今週も1週間お疲れ様でした。どこかの森の奥で仕立て屋をやっているアンバープリムローズです。この動画は1日一言の日記に一輪のチューリップを添えた1週間分の絵日記を話題を掘り下げたり掘り下げなかったりしながらエッセイ風に語るラジオ仕立ての雑談動画です。今週はみんなにとってどんな1週間だったでしょうか。ぜひ自分の1週間を振り返りながら私のたわいない雑談を人の日記を覗き見するような感じで作業や寝る前のお供など一緒にのんびり聞いていただけたら幸いです。8月1日、何でもない日にケーキ買って食べてみた。はい、まずね、最近動画内企画でアンプリと一緒っていうのを始めて、何かっていうと週に一つ何気ない日常の中で毎回違うちょっとしたことにチャレンジしてみようみたいな、そういうのをやってるんですけど、それのお題で今回は何でもない日にケーキ買って食べてみるっていうのをやりました。みんなはさ、イベントとかお祝い以外の全く何でもない日にケーキを買って食べるって結構やったりしますか？私はあんまりやったことがないから新鮮な体験になったんですけど、今回はね、一緒に夏お疲れ様ケーキを食べようみたいな感じで銘打っていたので、なんとなく夏っぽいケーキでもいいなとかね、思いながらシャトレーゼで買ってきました。でさ、いざ自分のための何でもないケーキを買うぞっていう時に思ったのが、ケーキを選んで買って食べるっていう一連の流れがかなり楽しいねワクワクするみたいな。まず店頭のショーケースにさ、いろんな種類のケーキが並んでるのがいい。で、見た目も一面カラフルで、一個一個デザインが可愛くてキラキラしてて、なんか全部美味しそうっていう。それで一つ一つを見ていくと、やっぱ定番のショートケーキ美味しそうだなとか、これ夏っぽくて季節限定でいいなとか、それぞれに良さがあってさ、私がお店で見た時はなんかメロンクリームソーダみたいな見た目のゼリーとか、あと白クマみたいなね、顔が描いたクリームが乗った水色のゼリーケーキみたいなやつがあったりとかして、で定番にチーズケーキもいいなとか、どれにしようかすっごい悩んだんだけど、私が最終的に選んだのは、日記にも写真を載せました、この瀬戸内レモンモンブランというね、もう見るからにレモンというケーキ。やっぱね、せっかくなら夏っぽい期間限定のものを試したいなっていうのと、このレモンの爽やかそうな見た目、これに惹かれました。味はね、結構食べる前に想像していた通りというか、甘いんだけどレモンの酸味もあってさっぱり食べられるみたいな、そういう感じでね、美味しかったです。でね、一応シャトレーゼのホームページでさ、この商品のページ見てみて、もしこの動画を見て、いいな、探してみよう、食べたいなって思ってくれてる方がいたら、一個注意なんだけど、これね、ホイップクリームの中に洋酒が入ってるみたいなので、気になる方はそこだけ気をつけてください。でもね、私は全然食べてる時気づかなかったので、正直味はそんなにアルコールだっていう感じではなかったです。いやー、でなんか改めて気づいたというか、自分の中でレモンっていいよねレモンがいい、レモン好きだなって思って、私結構前にもね、なぜか異様にレモンに魅力を感じていた時期というのがあって、しかもなんかいっぱい食べたいみたいな、そういう感じじゃなくって、瀬戸内海沿いでレモン農家をやりたいみたいな謎の方向で憧れてたことがありましたでも全然そんな本気の人生設計として考えていたわけじゃなくて、漠然と瀬戸内海の海を見下ろすレモン農家で、収穫時期には眩しい黄色の実思いでみたいな、その情景を夢見てたみたいな、すごいライトな憧れではあるんですよだから実際のレモン農家がどんな立地にあるみたいなことは全然分かってないんだけど、なんかそんなこと考えてた時期もあったなっていうのをね、このケーキ食べながら思い出したりもしましたで、話を戻すんだけど、
やっぱケーキってすごい特別感あるじゃないですか。で今回やってみて、その特別さってきっとケーキ自体だけじゃなくって、選ぶ、運ぶ、食べるっていうケーキを買う一連の中にあるんだろうなって思って、ショーケースを見てたくさんの中からどれにしようかなって選んで買って、で受け取った箱をさ、崩さないようになるべく早く持ち帰れるようにって気を使いながら運んで、でやっと家で開けて食べて美味しいっていう、選ぶ時から食べる時までさ、結構ワクワクするような瞬間がちょこちょこあるんですよね、考えてみたら。だからなんかね、ケーキを買うっていう一連の動作がもうそれだけで立派なイベントというか、ゲームでいうところの上手に持ち帰って食べろみたいなさ、サブクエスト的なワクワクする楽しさがあるなってやってみて思いました。でこれ今回動画の企画としてさ、みんなで一緒にケーキ食べてみませんかっていうお題でやってみたから、みんなもどこかのタイミングで何かしらのケーキ買って食べてくれたかなとかね、そんなことにも思いを馳せたりしながら食べました。だからまとめてみると、動作で言ったら単純にケーキを買って食べるっていうそれだけなんだけど、何でもない日に今日はケーキ買うぞって決めて選んで持ち帰って食べるっていうのが、なんかね、私の中でちょうど日常の中で味わえるいい感じのワクワクで良かったです。やって良かった。次は秋の季節商品が出た頃にまたやってみようかなと思ってます。8月2日、餃子の王将美味しくてありがとうそう、この日ね、すごく久しぶりに餃子の王将に行ったんですよ。食べ物の話が続くんですけど、なんか無性に中華そばみたいなラーメン、かなりシンプルでさ、もう具とかもメンマとナルトとみたいなすっごいクラシックな中華そばラーメン、あれが食べたいって思った時に、どこで食べれるかなって考えて、多分王将にあるだろうなと思って行ったんですよ。だから完全にラーメンの気持ちでお店に入ったんだけど、メニューを見てたらさ、あれもこれも食べたくなっちゃって、で結局期間限定の大葉餃子とジャストサイズのチャーハンと酢豚の3つを頼みましたいや、っていうのも餃子の王将ってさ、ジャストサイズっていうありがたすぎるシステムがあって、みんな知ってるかな。これ何品も食べたい人向けにちょっと少ないサイズでおかずを提供しますよっていうやつなんですよ。中華ってさ、メニュー見てるといろいろ食べたくなっちゃわないですか。私もこう完全に今日はラーメンだなの気持ちでメニュー開いて、実際私が食べたかったそのクラシックな中華そばあったんですよ。なんだけどいろいろ見てるうちに、期間限定のこの大葉香る夏餃子気になるとか、酢豚の甘酸っぱい感じの味も今日暑いからこれ効くぞとか、となるとチャーハンも食べたいよなみたいなことを考えちゃって、で普通はさ、大皿1年前頼んだら酢豚1皿とかね、チャーハン1皿とかでお腹がいっぱいになっちゃうんだけど、この食べきりジャストサイズならいろんなものをちょっとずつ食べられるっていう魅力で、なおかつラーメンがね、1皿ならあったんだけどジャストサイズのちっちゃいサイズがなかったんですよ。だからそのジャストサイズ3品をいくかラーメン1つになるかの天秤が私の中に発生して、どうしようとか思ってたんだけど、もうなんか結構完全にメニュー見てるうちにチャーハンと大葉の餃子と酢豚の口になっちゃってたので、それを注文して食べましたっていうその流れがあったんだよね。みんなは餃子の王将よく行きますかね。私本当に久しぶりに行ったからすごい感動しちゃったんだけど、すっごい美味しかったんですよ全部美味しくて、特にね期間限定の大葉の餃子めっちゃ良かった。多分種に刻まれた大葉が入ってるんだけど、最初一口食べた時はあれそんなに大葉感ないかもって思ったんだよ。なんだけど食べるごとに大葉の爽やかな香りが確かにそこにあるっていう感じで、この日結構暑かったんだけど、餃子のニンニクの効いた割とガツンとした肉の味に
さっぱりした大葉の香りが合っててすっごい美味しかったです。もう完璧な夏の景色がそこにあったあとね、酢豚も良かったですね。なんか私割と最近まで甘酢あんかけ系に惹かれなかったんだけど、いつからか急に美味しさがわかるようになって、この酢豚のさ、甘酢が絡んだギュッとしたお肉とゴロゴロした野菜食べる感じ、あとチャーハンの香ばしくてしょっぱい感じの組み合わせ、その2つがまた良くて、だからね、ガツンとしつつ爽やかな大葉餃子で甘酸っぱい酢豚、香ばしいチャーハン、この組み合わせが三位一体となっても完全な調和をなしていて本当に美味しかったです。なんかこれいつも思うんだけどさ、餃子っていうか中華料理ってニンニクを使ってるからなのか、結構ガッとした味付けだからなのか、なんかすごい食べてると元気が出る気がするんですよね。私だけかなこれ。そんな感じでね、かなり美味しさと元気をチャージできたそんな日でここまで結構みんなの王将行きたい欲を刺激できたらいいなと思いながら話してみたんですけど、どうでしょう術中にはまり明日以降王将に行きたくなってくれた人がいたら嬉しいですね8月3日、ちいポケをまたやっている。スマホアプリちいかわポケットを再インストールしました私ここ数年ちいかわがキャラクターの中で一番好きで、グッズ集めたりとか漫画読んだりみたいな、そういうちいかわ活動をずっとしていたんですけど、実はここ最近ちょっとなんかやんわり下火になっていたんですよね、その熱が。なんだけどちいかわの映画を見に行ったのがきっかけで再燃し始めてそれでなんか、いやちいポケまたやってみるかみたいな感じでインストールしたんだよね。このゲームもともとリリース当初にやってたんだけど、なんかね、広告の多さと作業の虚無感みたいなものがちょっとしんどくなってやらなくなっちゃってたんですよ。でアンインストールしてたんだけど、でも今はね、多分期間限定なんだけど、確か映画公開記念みたいな名前で毎日広告スキップチケットが配られてるんだよね。だから広告を見ずに追加ボーナスが受けられるみたいな、それのおかげでね、かなり快適に楽しく遊べてますでちいかわってさ、本編の漫画とかアニメであんまり服着てることって少ないんだけど、ちいポケではね、みんなが限定衣装を着てるんですよ。それが可愛くて、アリスモチーフとかハロウィンとか、あとなぜか江戸とかそういう定番だよね、この辺のモチーフっていうものから、江戸みたいななぜっていうモチーフもあったりとかして、結構バラエティ豊かなんですよね。でそういういろんな衣装を着たみんなが出活用に立ち向かう姿をこう無心で眺めるのが結構いい感じですね。ただやっぱ一個懸念としては、この広告スキップチケットおそらくなくなる日が来るということでこれがね、いつまでこの恩恵が受けられるのかって正直よく分かってなくて、毎日ドキドキしながら、あ、今日も恵みがあった、耐えたって思いながらチケットを両手でね、運営から受け取って遊んでるんですけど、だからね、これ多分スキップチケットの配布が終了したらまためんどくなってやらなくなるかもと思いつつ、今のところは毎日楽しませてもらってます。8月4日、コンビニって一番身近なアミューズメント施設かも。私が今住んでるところってね、割とまあ田舎なんですよ。で、東京とか大阪とかさ、そういう大きい街と比べると、フラッとウィンドウショッピングしに行けるような商業施設とか、ここ行こうみたいな遊びに行けるような場所って全然少なくって、だからね、ちょっと常に娯楽に飢えてるみたいなそういうところがあるんですけど、そう考えた時にコンビニって私にとって結構娯楽施設なんですよ。基本的に24時間365日やってますっていう店舗も多くてさ、でも割と頻繁に新商品とか季節限定商品みたいなものが出ていたりして、今だったらチョコミントとかさ、ラムネの味のお菓子とか
でそういうところから、あ、この味がフィーチャーされるってことはそろそろ季節変わるのかみたく、コンビニで季節の移ろいを感じるみたいなこともあったりしてさ。でしかも最近結構どこのコンビニでもちょっとしたメイク用品とか雑貨とかさ、あと食玩一番くじみたいなものがあったりとか、割といろんなものが売ってたりするよね。それも見てて楽しいし、今だとね、セブンがさっきもちょっと話しましたが、ちいかわの映画とコラボした商品売ってたりとか、あとね、これは私のラッキー話なんだけど、ちょっと前にローソンに行ったら、たまたま唐揚げくん2個増量中っていう激アツのイベントが開催されてたりして、なんかそういうワクワクを提供してもらってますね、コンビニには。あとね、私特にコンビニでは飲み物コーナー見るのが好きで、新商品が売ってたらちょいちょい買ったりとかしてるんだけど、最近のヒット商品はね、アサヒ天然水ソルティグレフルというやつです。ファミマとローソンに売ってるのは見た。これグレープフルーツ味のソルティライツみたいな、塩分と水分を美味しく補給できます系の飲み物なんだけど、甘すぎずにさっぱりしてる感じでね、お散歩のお供とかにすごい良かったです。今もう全国的にかなり暑い日が続く地域たくさんあると思うので、おすすめアサヒ天然水ソルティグレフル、ぜひ探してみてください。そんな感じでさ、もうコンビニには日々楽しませてもらっていて、私最近よく散歩をしてるんだけど、コンビニを目的地に片道30分歩くみたいな域に達してきてます。入場料のいらないアミューズメント施設、コンビニありがたいです。8月5日、今を楽しく過ごしたい。これね、結構決意の話みたいなところがあるんですけど、この日ね、たまたま家族とか親戚から一気に荷物が届いたんですよ。それぞれ別のところから3つぐらい同じタイミングで来て、全部中身はほとんど食べ物とかお菓子とかだったんだけど、それがすごい嬉しくて、なんかこうやって荷物を送ってくれるっていうこと自体もそうなんだけど、一個一個見てるとさ、あ、このお菓子確かによくうちで食べてたなとか、これきっと私が好きそうだと思って選んでくれたんだろうなみたいな、そういう気持ちがね、一つ一つから見えて、なんかこう家族とか親戚とかと離れて暮らしててさ、で普段別にそれほど頻繁に連絡を取っているわけでもないみたいな環境だと、つい忘れちゃうんだけど、こういう時に、ああちゃんと私のこと気にかけてくれてる人っているんだなみたいなところに改めて気づくというか、なんかすごい AC とかドコモとかの CM 見たくなっちゃってるんだけど、なんかね、荷物越しにそれを感じて、すごいありがたいし、なんかちょっと肩の力が抜けたみたいな感覚になって、これみんなにも思い当たる節あるんじゃないかなって思うんだけど、こう私たちってさ、なんかついしっかりしなきゃとか、結果を出さなきゃとか、これができて1年前だよねみたいなものを無意識のうちに背負っちゃってたりすると思うんですよ。もちろんね、そういうことを頑張るのもすごい大事だと思うんだけど、私はね、今回のこの荷物を開けながら、なんかシンプルにまず自分が毎日楽しく過ごせてるっていうことも大事だよなって思ったんですよね。なんかいつかのために今しんどくても頑張るみたいなことももちろんすごい大切だし、それが期限とかね、ゴールが決まっているものならなおさらそうかもしれないんだけど、そうじゃない限りはわかんないいつかのために今すり減っちゃうのはもったいないよなみたいな。だから結局自分が今を楽しく過ごせてるっていうことがきっと自分にとっても、自分を大切に思ってくれる人にとっても大事なんじゃないのかなって思ったりして。でね、私普段から結構どうしたらなんてことない毎日を楽しみにいけるかなみたいな、楽しくできるかなみたいなことを考えたりしてるんですけど、そういう時に一個思うのが、自分で何ができるかなって考えてると思いつくこともなんか結局自分の考えが及ぶ範囲内のことに限られるんですよね。なんかよく物語とかで言うさ、
作者は自分より頭のいい登場人物を作らないみたいな、そういうのと似てることなのかなと思うんだけど、自分で思いつけることって結局自分の中にあることだけだからさ、本当は全然やっていいんだけど、無意識のうちにある自分の中の常識みたいなものにブロックされて選択肢にも上がらないようなことってたくさんあるなって思って、例えば平日の夜にレイトショー見に行っていいんだとか、1日にケーキ2個食べたっていいんだとか、なんかそういう自分では思いつきもしなかったけど全然やっていいしやってみたら楽しいみたいなことを選択肢に少しずつ増やしていけたらいいなって思うんですよねそんなことを思いながら今回荷物を開けまして、だから私もできるだけ今を楽しく過ごしていきたいし、楽しむということに能動的でありたいと思うし、これを聞いてくれてるみんなも同じようにできるだけ楽しいことの多い毎日を過ごせていたらいいなって思います。8月6日、新たな気づきを得て目から鱗。早速さっきの話題で挙げたやろうと思わなかったけど実はやっていいことに気づいた話なんだけど、私は今回 500ml の炭酸飲料を一度に2つ開けてもいいということに気づきましたこれね、普段からやってますよっていう人もいる部類の話かなとは思うんだけど、私やったことがなくって、1日の中で2本だから午前中コーラ飲んで午後サイダーみたいな、そういうのはあったかもしれないんだけど、同時に2つ開けるっていうのを初めてやりましたまあやったっていうか、前の日に開けて残していた炭酸が冷蔵庫にまだ残ってるのを忘れて新しい炭酸を買って開けちゃったっていう。だから昨日の飲みかけもあるし今日開けたやつもあるっていう物忘れから生まれた状況だったんだけどでも初めて自分で一人で2本違う味の炭酸ペットボトルを両手に味わうっていう経験をしたから、なんかすごい新鮮というか目から鱗みたいな感覚で一旦ね、健康的にどうかとかは置いといて、あ、そっかこれ別にやってもいいんだって自分の中でロックされてたものが1個解除された感じがした日でしたくだらな日記。8月7日、夏祭りに行ってきた。地域の夏祭り縁日みたいなのに行ってきました。これはね、きっと聞いてくれている方の中でも僕も私も行きましたっていう人結構いるんじゃないかなと思うんですけど、時期的にね、屋台が出ていたり浴衣で来ている人がいたり盆踊りをやっていたりみたいな、あとはなんかくじで当てたらしき光る腕輪とかさ光るステッキみたいなのを持ってる子供たちがいたりとかして、屋台のいい匂いに盆踊りの音にくじで当てた景品を身につけた子供にっていう、その景色がもうお祭りだっていう感じで見て歩くだけでちょっと楽しかったです。でね、私この日以外にも何個か夏祭りみたいなの顔を出していて、でふと思ったんだけど、お祭りってさ、夏に集中しすぎじゃないか花火大会とかもそうだけどさ、全部夏にやってない？今年は結構やっている夏祭りに行けそうだったら行こうと思って積極的に足を運んでいたんだけど、情報収集の段階でさ、地域のスーパーとかドラッグストアにこの町内会の夏祭りはこの日程でやりますみたいな案内のポスターが貼ってあったりとかして、それを見ながらへえなるほどって思ってたんだけど、見てると結構どこの町内会も夏祭りの日にちが近くて、で、あ、みんな一斉に夏祭りやるんだなって思って、これってさ、なんでなんだろうねでちょっと考えてみた時に、まあ昔からの風習でね、祈りの意味があるとか、秋に向けて豊作を願うとか、そういう歴史的な由来で夏になってるのかなとか、あとは単純に夏ってあったかくて日も長いから夜までみんなでこう屋台を出してワイワイするのにちょうどいい季節なのかなとかね。冬だったらさ、多分寒くて屋台どころじゃないのかなとか、
でもと言いつつクリスマスマーケットとか12月に屋外でやってるところあるし、神社のお祭りとかさ、なんとか例大祭、ああいうのって割と秋にやってるイメージもあるし、で春も春でお花見、夜まで屋台が出たりしてるとこってあるしなとかって思って、割とそう考えたらさ、一年中お祭りをできるポテンシャルはあるというか私は結構お祭りの雰囲気が好きだからさ、もう夏祭りをそんなに集中するんだったら分散させて、一年中何かしらどこかしらでお祭りがあってもいいんじゃないかねって思ったんですよ。冬だってチョコバナナの屋台食べたいよとか、春にでかい花火見たいよとかね。特にさ、ここ数年暑すぎるから熱中症対策的な意味でも涼しい時期に開催をずらすのって結構ありじゃないですか。なんかでもここまで話してすごい無粋なこと言ってるような気もしてきたんだけど、でもお祭りってさ、参加しなくてもやってる気配を遠くから感じるだけでちょっと楽しかったりするじゃないですか。いや花火とか縁日とか浴衣とか夏の風物詩だから生まれた数々のエモいドラマや景色みたいなのも絶対あると思うんだけど、もっと他の季節にも縁日とか花火とかね、お祭りあったら楽しそうだなって思いましたみんなはどう思うかなこれ。そんなことを思い続けながら最後の花火に今年もなるまでお祭り参加しようと思います。ということで今週もここまでチューリップ7本分の絵日記エッセイ聞いていただいてありがとうございました。ここからはアンプリと一緒のコーナーになります。今週のお題は旬の果物を食べてみる。今時期だとスイカとか桃、梨あたりでしょうか。去年ね、私もうちょっと早い時期だった気がするんだけど、農家さんから梨を買って食べてみるっていうちょっと贅沢な経験をしまして、それがねすごい美味しかったし、季節を味わうみたいなそういう感覚になれて良かったんですよね。でね、先週もケーキを買って食べようで、今週は果物を買って食べようとちょっと贅沢続きになっちゃうので、ちょっとそういう余裕は今月もという方は旬の野菜を使った飲み物やケーキでも OK というかいいんじゃないかなと思っていて、要はその季節感をなんとなく味覚で味わいませんかというところが趣旨なので、それこそね、今週はコンビニの話をしましたが、結構桃を使ったコンビニスイーツとか、あとセブンでメロンのスムージーやってたりとか見かける気がしますね。私もまた来週の動画でこんな果物を選んでこんな感じで食べましたみたいなお話をしようかと思うんですが、どうしようかな。今年こそ桃モッツァレラやってみたいなと思いつつ、でも普通に梨も食べたいかもと思ったりちょっと何をね買ってどういう風に食べようか楽しく考えながらまた1週間過ごしたいと思います。なので今これを聞いてくれている方で、今週のチャレンジちょっといいなと思ってくれた方、ぜひ写真を撮ってコミュニティに投稿してくれたりだとか、コメントでこんなの食べたよって教えてもらえたりするとさらに嬉しいです。ということで改めて皆さんここまで聞いてくださってどうもありがとうございます。今週のブーケはこんな感じになりました。今週分から8月突入ということで動画に添える季節のイラストを変えてみたんですが、みんな気づいてくれていたでしょうか今回分から8月突入といっても投稿している日にちは8月15日ということで、8月も真ん中、本当に早いものでね、すごく暑くてまだ夏っていう感じだけど、ファッション業界とか食べ物業界とかじわんじわん秋の雰囲気がし始めて、なんとなく秋を意識したりしているんですけど、お祭りに参加したり季節の果物を食べたりしながらまだまだ夏全力で楽しみたいなと思います。そんなところでこの動画を楽しんでいただけたらチャンネル登録、高評価、コメントなどしていってもらえると大変励みになります。明日からも自分のペースでやっていきましょう。来週も動画でお会いできることを楽しみにしております。お相手はアンバープリムローズでした。バイバイ。